おなすこんちこんばんは、ポータイトです。今日もデータ分析やっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、マルコスジュニオール分析やっていきたいなと思います。来ましたねと、マルコスジュニオールが来ましたよと。しかもこのマルコスさんにはモメンタムがついて、さらにブースターがつきまして、そしてさらにスーパーサブがつくというような形になってましたよねというところでですね、これがどこまで効果あるんだというところをですね、またやっていきたいなと思います。そもそもの話なんですが、モメンタムドリブルアタッキングスタートでね、能力上がりますよという、ここですね、図でいうこのところになっていきますよという形になっていきます。相手側の陣地ということですね。でですね、前作の時はですね、ここからこんな形でですね、測定をしてハーフラインまで測っていったんですね。で、ホームアンドアウェイ変えることでですね、アタッキングサードとアタッキングサードじゃない時とね、同じ画角なんだけども、違う条件でやってきたわけですよね。もちろんこれでね、ある程度結果が出てきたわけなんで、これが間違ってるとかそういうことではないんですが、ふと気になったことがあって、アタッキングスタートじゃないところっていうのもあるし、あとはボールの切り出しから測定開始までがね、ちょっと早くてですね、ランダム性強かったのかなっていうね、気がしたんですよね。このままでいいのかなっていうのもあって、もう少しいい方法ないのかなというところでですね、やっぱり純度 100% のモメンタムが見たいわけですよね。なのでそこをですね、今回は測定していきたいなと、今もアップデートしていきましょう。もしうまくいかなかったらごめん。はい、検証方法ですね。検証方法は走り始めるとこは同じなんですが、測定する場所ちょっと変えてきました。だいたいペナルティスポットのラインですね。このラインからスタートをしていきますよと。そしてですね、ゴールの位置もちょっと変えました。ゴールの位置はこの後のここのラインですね。濃い緑と薄い緑のこの境目をしていきますと。動画だとちょっと分かりにくいかもしれないんですが、明確にね、違う線がありますので、そこでやっていきたいなと思います。ちょっと短い距離なんですが、これを使うことでですね、十分で加速をしてね、やっていくところとかもあるので、なのでモメンタムの威力がですね、全力で発揮できるんじゃないのかというところですかね。で、調子は普通で1秒間60個まで iPhone に動きを記録させてやっていきますよという感じですね。まずはですね、通常時ですね、モメンタム発動してません。そんな状態で測っていきますよと。はい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 。短いんでね、パンパンいけますけども。はい、見ていきました。ブレ少ないですね。ドリブル系の検証ではね、あんまりないんですが、この検証マジでいけるかもしんないですね。ちょっとね、ただ短すぎて変わらない可能性もあるので、まずはモメンタムで変わるのか見ていきましょう。モメンタム発動時ですね。やっぱ早い。見ていただきました。いや、やっぱ早いですね。で、しかもこれやっぱりブレ少ないですね。ちょっとこれはだいぶいいかもしれないですね。この距離で変わることっていうのは分かりましたので、これでね、ちょっと検証いけそうですね。で、前作では8程度って結論を付けてるんですけど、今回もね、どうですかね。こうやって見比べていくとね、これカメラの価格的にちょっとモメンタム上がモメンタムなんですけど、早く見えるんですけど、ゴールの位置とかもね、見ていきたいんですけど、これ明らかにね、こんな感じで差が出ているということが分かりますよね。平均出しておきました。2秒の何コマかっていうのを出しておきましたけども、今までの軽減的にもね、少なくとも5は上がってそうな、そんな感じはするんですよね。なので、モメンタム発動してない状態でドリブルとスピード5ずつ上げてですね、測定をしてみる。で、これが早ければ、今回の記録より早ければ1つずつ下げて、で、逆に遅ければですね、1つずつ上げてですね、測定をしていくことでですね、モメンタムの上昇値っていうのを探っていけるんではないか、そんな形でやっていきたいなと思います。まずはプラス5ですね。ドリブルとスピードどちらもプラス5してる状態ですね。もちろんモメンタムは発動してない状態でやっていきますね。これでどれぐらいかなというところですが、はい、見ていただきました。だいぶいいですね。だいぶいいんだけど、もう少しかな。平均で見てもちょっとこんな感じで、もう少しな感じするので、ただ足りないということは1つずつ増やしていけばですね、測定していけるということが分かったので、やっていきましょう。プラス6ですね。この1上がっただけで変わるのかというところも注目ではありますが、
うんうんうん。あ、いい。はい、見ていただきました。いや、だいぶいいですね。だいぶすごくいい。平均と見てもですね、この付近であることは間違いないのかなというところは言えますかね。ただね、もう少しモメンタムの時ね、もう少し早い時もあったので、ちょっともうちょっと見てみましょう。プラス7ですね。はい、見ていただきました。こんな感じですね。あ、これもドンピシャリですね。こんな形になっていきましたね。なんでほぼここだと思うんですね。ほぼここら辺だと思うんですけど、ただね、この記録を完全に上回るそんな瞬間までちょっと見たいんですよね。たまたまね、この記録出た可能性もありますので、ちょっと徹底的に探っていきましょう。はい、プラス8見ていきましょう。でもはい、見ていただきました。多少1、2コマの差はあるかもしれないんですが、あんま変わんなかったですね。プラス7も8も変わんなかった。そうするとモメンタムの上昇が8の可能性も出てくるので、もう少し上も見ていきましょう。プラス9ですね。9上がってたら相当違う気はしますが、はい、見ていただきました。だいぶ変わってきましたね。ここら辺でだいぶ差が出てきたのかなという形ですかね。ちょっと最後もう1個確かめっていう意味でもう1個上も見ておきましょう。プラス10ですね。ここまでいくとね、ボールキープとかも97とかほぼカンストまで持っていきますけども、はい、見ていただきました。いや、めちゃめちゃ速くなってたな。こんな形でしたね。だいぶ速くなってました。確実にね、ここからは違うなというそんな感じになりましたね。ちょっとデータ一つ一つ見ていきますけども、だいたいこの2つ78あたり、ここがね、変わってるかなと。なので前作と上昇率あんま変わんないかもしれないですね。すごく嬉しいですね、それはね。グラフにしてきました。こんな形。まずここがですね、2秒の何コマかっていうところで、こちらが実際の記録ですね。色が濃い方が複数回記録してますよ。そんな形になっております。でこれね、ちなみにで言っておくんですけど、2回ずつしか測定してないとかではないのでね、ちゃんと5回以上はね測定はしてきてはいるんですが、ブレが少ないというのが分かりますね。はい、ということで見ていくとですね、やはりこの辺り、少なく見ても6、そんぐらいのデータが分かるのかなと思いましたね。はい、いやー、よかったよかった。前回と変わってなかったですね。非常に嬉しい。はい、ということでですね、スパサブやっぱ気になりますよねやっていきましょうか。ここまでだいぶ長くなっちゃってると思うんですが、もう少しお願いいたします。ただね、期待はしないでほしいなと思います。スパサブにはね、もうね、踊らされないようにね、ちょっと驚かないようにしていきましょう。ただちなみになんですが、前作ではですね、モメンタムとスパサブこれありました。前作は共存できたんですね。ただですね、前作はそもそもスパサブ測定の時に、ダッシュ測定の時にですね、スピードプラス2ぐらいになってたんです。ただ今作はですね、スピードの上がってない可能性が高いわけですよ。もう見てない方はね、ぜひ概要欄から見ていただければと思いますが、そんな状態で差が出るのかちょっとね気になりますが、見ていきましょう。はい、まずは後半のところですね。後半の頭ではなくて、ハーフタイムではなくて、後半ちょっと経ってから交代をしております。その状態でどう変わっていくのか見ていきましょう。そもそもね、ドリブルスピードがスパサブで変わるのかってとこもありますが、モメンタムとプラスされてどうなるのか見ていきます。はい、見ていただきました。こうなるよねはい、ということで変わんないよと。ちょっとね、全体見ていくんですけど、このね、プラス1でも2でもされてたらですね、ここのグラフを見る限りで言うとですね、
変わるはずなんですよね、記録がね。ということはですよ、まあね。モメンタムドリブルはドリブルそしてスピード数値が7から8上昇するとします。はいということでですね、少なくともスパサブのね測定では差がないくらいなのかなとは言えますが、ただねスパサブはね何かしら俺上がってると思うんですね。絶対上がってると思うんですね。なぜならばですね、前回コナミさんこんな形でですね不具合を報告してるわけですよ。こんなのね言わなきゃ絶対わかんないですから、これを言うぐらいですからね。スパサブでも測定ではね見つけられてないだけで何かは上がってるのかなっていう見方が有力なのかなと僕は思ってます。それはそうとですね、モメンタムがかなり優秀っていうことは言えたのかなと思います。冷静にですねプラス7から8ってやばいですからね。しかもここに加えてですねブースタープラス2、そして監督のプラス2とか入ってきますから、これは相当強いですね。でちなみに言うと99以上あんのかってまたね話出てくるかなと思うので先に言っておきますけど、モメンタム監督調子のこれの上昇の上限が99で、後付けでブースターがプラスにされるということは言えるのかなと、今までの検証からしてもね言えるかなと思いますのでよろしくお願いします。でどこでドリブルするかとかどのポジションに使うかによってね育成変わってくるかなと思うんですけど、ドリブル数値は90前半が無難なのかなというのは一つ言えるかなと思います。その分ですねスピードとかパスとかにね振るのもありなのかなと。あとは何より OMF で置けるっていうのはかなり魅力的ですよね。あとは個人的に無難に成長するのであればこんな形で成長させるかなと思っていますので、載せておきますかね。ただねマルコス自体が身長低かったりして、だいぶ特徴的なのでもっと尖らせるっていうのは正直全然ありなのかな。どっちかにね尖らせるっていうのもありかな。皆さんのおすすめとかもあったらコメントで教えていただければなと思いますのでよろしくお願いいたします。はいということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですねコメントで教えていただければなと思います。年内3万人を目指しておりますので、この動画が良かった参考になったなと思った方は高評価チャンネル登録をしていただけるとすごく励みになりますのでどうぞよろしくお願いいたします。今作もね変わらずモメンタムが強いということが分かりましたのでね、ぜひいろいろ参考にしていただいて、このガチャもまだ引けるしね、参考にしていただければなと思いますのでよろしくお願いいたします。という今日の動画はこれで終わりたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。